じゃあ今日は久々に恋バナを話そうと思います。私の恋バナを初めて聞くっていう方はあんまりね、サブチャンとかで前はしてたりしてたんですけど、最近はあんまり自分の恋の話をねそんなに話さないようになっちゃって、もし話すとしてもライブで話しますっていうのを言ってたんですけど、これから話すことはずっとサブチャンで話したいなって思ってたことだったのでお伝えしようと思います。今日お話しする方は初めましてで会ってすごいニコニコして感じのいい方だなっていうのが第一印象でした。結構話したから、じゃあ次居酒屋行きますかってなって居酒屋に行きました。でそこでも本当にたわいもない話とかちょいちょいあれって思うことが増えていて、その方は都内ではなくて結構遠くの場所に住んでる方で、お仕事は都内でしているっていうお話でした。犬を飼ってるって言ってたんですよ。でも別にそれは一人暮らしでも全然動物飼う方いるし、私が過去に会ってきた方も猫飼ってるっていう方とかも犬飼ってるっていう男性もいたので、そこはまあそういう動物が好きなんだなって思って聞いてたんですよ。平日にしか会えないっていう方だったんですよ。土日は会えないよっていうのは直接言われたわけではないんですけど、その方がお仕事で都内に来るのが平日だったから、もし都内で会うなら必然的に平日の方が楽だよねって相手が言ってて、だから多分これは半分本当だけど土日は家族との時間を作りたいとかだったのかなって思って、それで余計あれあれってなって、その会話をしている時は私全然その方が既婚者っていうのに気づけなかったので、居酒屋でご飯食べてる時点で次会う約束もしていて、でもすぐ来週会おうってなって、でその来週もやっぱり相手の方が仕事が都内であるってことで、平日の仕事終わりにご飯食べに行こうっていう話になってました。であともう一つ怪しいポイントがあって、アプリで偽名をその方ね使ってたんですよ。例えば名前の一部をアプリで使うとかイニシャルにするとかだったらまだわかるんですけど、もう全然違う名前なんですよ。もう最初の時点で名前なんて呼べばいいですかって言った時に〇〇って呼んでって言われたのが、アプリの名前とその聞いた名前と全然違う名前だったから、私がそれをね聞いたんですよ。あれなんで名前こんなに違う名前で登録してるんですかって聞いたら、職場の人とかに見つかったら恥ずかしいからさっていうのを言ってて、ちょっとねそこもその時はなるほどって思って流したんですけど、怪しかったなって思いました。今まで会った方だったらところどころで全部流して、でじゃあまたご飯行きましょうで終わってたんですけど、この日初めて女の勘が働いた日だと思っていて、その方の SNS を見つけてしまいました。今まではね本当に調べるとかなかったんですよ。でもやっぱりもし次会う時にもしものことがあったらっていうなんか心の中でざわざわっとしたものがあって、そしたらね出てきましたね。誰でも見れる状態にしてて、その方鍵とかもかけてないし、女性の方が一緒に写ってるんですよ。彼女かな、奥さんかな、やっぱいるんだなって思って、しかもそれがねもう全然昔の写真とかじゃなくて超最近の写真でした。日付見たら。でそのあと衝撃を受けたのがお子さんもいらっしゃいました。こんなねもう信じられないと思って SNS で名前を調べてみたっていうのをね言ったんですけど、なんでフルネームが分かったかっていうと、ご飯食べた後支払っていただいていたんですけど、その時に領収書をもらっていたんですよ。別に名前を覚えようと思って覚えてたわけじゃないけど、お店の方が領収書にお名前なんて書きますかって聞く時にその名前をね言ってたので、それなんかね覚えてたんですよね。調べたら出てきたっていう経緯がありました。それでもうその後次じゃあどこどこ食べに行こうとかは来てたんですけど、すぐ LINE ブロックしました。時間の無駄じゃんと思ってっていうお話でした。でも怖いなって思ったのが、もしその方が SNS とか一切やってない方とか、 SNS やってても写真をアップしてないとか身内しか見れないようになってるとかだったら、私絶対わかんないじゃないですか。この初対面である意味その SNS 見たから知れたっていうのもあるけど、でも多分こういう方は2度3度会うごとに余計怪しさが増していくと思うので、
早めの段階で気づけてよかったなっていうのはすごく思います。そこからの私の恋活が神頼みと思って、私がその時自分の恋の状況を話してたのがあんずちゃんだったんですよ。何個か前の動画であんずちゃんってどなたですかっていうコメントをいただいていて、今この場を借りて紹介すると、文房具がめっちゃ好きで紙物とかすっごい可愛い文具をインスタで紹介したり YouTube でも紹介されているんですけど、私のインスタをフォローしてくれていて YouTube も見てくださっていて、私もあんずちゃんのことフォローしてたんですけど、花子便のプレゼント企画があるじゃないですか。一昨年の冬か応募してくださっていて、いつか花子さんと会ってみたいですっていうねメッセージをいただいていたんですよ。それで私の方からインスタを通じてご連絡して、本当にいつか会ってみたいですねっていう話をして、それで初めて会ったのが吉祥寺でした。めっちゃ懐かしい。これが私とあんずちゃんの出会いの話です。話もめっちゃ合うし趣味も合うから、何ヶ月かに1回とか会っていろんなとこ行ってるんですけど、そうであんずちゃんに自分の恋バナを話したりしていて、あんずちゃんがまず一つ教えてくれたのが、どこどこの神社いいですよって言って、そこが東京大神宮でご縁で有名な神社みたいで、私が行った時も女性が若干多かったかな、その日は。そう恋みくじとかっていう恋愛に特化したおみくじとかもあったりして、私はさっき話した方が既婚者っていうのが分かってからもうすぐその神社に行きました。もうとりあえず彼氏ができますようにとかそういうお願いじゃなくて、変な人と会いませんようにっていうお願いをその時めちゃめちゃ必死にしました。既婚者とか勧誘する方とかはもう本当にいいからって思って、あとは私と一緒に恋活頑張っている皆様の分もいいご縁がありますようにっていうねお願いをしてきました。ここで買ったお守りは会社の引き出しの中に入れているんですけど、木でできた可愛い小さめのお守りを買いました。あれ違うな、おみくじについていたお守りだったかもです。それからはまだそんなに人数たくさん会っているわけじゃないけど、いい方たちです。別にね付き合うとかはそういうのはないけど、まあその神社に行った効果が出てるのかなって思いたいです。でその後にあんずちゃんとまたね会ったんですけど、あんずちゃんが出雲大社に行った後だったんですよ。もうめっちゃ優しいから Vlog でも紹介したけど、私の分もお守りを買ってきてくれてて、もうめっちゃ優しくないですか。ハードタイプの持ち運びがしやすいお守りをねくれたんですよ。それはいつも持ち歩いているカバンの中に忍ばせています。そう本当に嬉しかったです。で私ずっとこのことをサブちゃんで話したくて、あんずちゃんにもこれを言ってたんですよ。これ今度動画で話そうと思ってるんですけど、全然話しちゃって大丈夫ですって言ってたからこれも言うんですけど、あんずちゃんも出雲大社に行った後に素敵な彼氏ができたんですよ。いつも情報交換とかお互いの近況報告をめっちゃし合ってたから、うわもうおめでとうって言って、お守りをいただくのもいいと思うんですけど、やっぱ実際に足を運ぶっていうのがね大事そうですよね。私の最近の恋活のお話でした。前向きに頑張っていこうと思います。じゃあ本日もご清聴いただきありがとうございました。